こんにちは、宮沢優衣です。今日はですね、荒れた学級にやってもあんまり意味のない指導3選、こんなテーマでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。荒れてる学級っていうのはありますね。授業がしづらい、騒然としているその学級もあると思います。で、なんとかね、残り半年だし頑張りたいなっていうふうに思ってる先生も多いと思います。あるいはそんなクラスが隣にもあるかもしれません。で、良かれと思ってですね、アドバイスするんですけれども、このアドバイスが厄介で、むしろその先生がそれ取り組んでみたことによって学級の秩序がむしろ悪化していってしまうっていうことはあるんですね。ちょっと悪い言い方すると余計なお世話っていうね、その学級にはその指導向いてないんです。荒れてる学級はそれ今やるべきじゃないんですっていう指導が実はあったりするんです。今日この動画最後までご視聴いただければ、指導としては素晴らしいんだけれども、荒れてる学級にそれやってもあんまり意味ありませんよっていうことを3つ紹介していきたいと思います。よければ最後までご視聴ください。よろしくお願いします。宮沢優衣教育研究所。さあ、早速やっていきたいと思いますけれども、荒れた学級にやってもあんまり意味のない指導3つのうち1つ目はですね、褒めて伸ばすっていうことですね。褒めて伸ばす。よく先輩から言われるんですよ。学級が荒れていると、もっといつもカッカカッカもう子供たちのことずっと叱ってるから、もう褒めて伸ばしていこうっていうふうに言われるんですけれども、違いますね。方向性としてはそれは間違ってると思います。とにかく学級が荒れてる状況っていうのは、子どもたちの不適切な言動、暴言、場合によっては暴力、あるいは教師に対する反発、勝手な立ち歩き、物の破損など不適切な言動が非常に多くなってきています。そういった子どもたちに対してですね、こっちが形だけの笑顔を作って頑張ってるね、皆さん頑張ってるねっていうのを一生懸命教室の中で言ったとしてもですね、かき消されちゃうんですよ。子どもたちのネガティブな言動に教師のポジティブな言動態度っていうものがかき消されちゃうんです。なので学級経営のセオリーとしては、まずこのネガティブな言動を削っていく、削ぎ落としていく、これが重要になるわけです。つまり学級が荒れた状況にある時には、褒めて子どもたちを伸ばしていこうっていう指導スタンスではなくてですね、まず不適切な言動をとっている子どもたちのその言葉、態度をピシッと律して規律ですね、学習規律をピシッと整えていくっていうところから始めていくことが必要ですね。そのアドバイスをくれてる先生の言ってることは間違ってはないんですよ。褒めるっていう指導は非常に有効です。だけれどもそれは有効なのは、そのベテランの先生がビシッと抑えてて、平和な学級の子どもたちに対して褒めてあげると、目がムクムクムクって伸びてくるわけです。なぜならその目を枯らすような、刈り取るような、そういうなんか北風のようなネガティブな言動がないからですよ。今こっちはもうネガティブな、もう北風ピュンピュン吹きまくってるところなんですよ。今そんな子どもたちに対して必要なのは、実は褒め言葉ではなくてですね、この寒い寒い北風を一回止めてあげるっていうことですね。続いて、荒れた学級にやってもあんまり意味のない指導3つのうちの2つ目はですね、面白い授業。面白い授業ね。面白い授業は大事でしょ。子どもたちが授業集中しなくて立ち歩いてぐちゃぐちゃやってんだから、授業が面白きゃこっち向くじゃないっていうふうに思うかもしれません。実際多くの先輩の先生も後輩の先生に対して授業がガタついてる、学級がガタついてる時に、もっとじゃあ授業で引きつけていこう、授業で面白くしてあげようっていうふうにアドバイスをしたりするんだけれども、違いますね。例えば授業の導入でいっぱい掲示物を使ったり、舞台物を準備して子どもたちを乗せようと思って、こっち振り向いてもらおうと思って授業時間いっぱい時間かけてですね、面白い内容を準備したとします。それは非常に重要なことではありますけれども、学級の秩序を今ぐちゃぐちゃにしている子どもたちは一瞬パッと見るかもしれません。一瞬振り向くかもしれませんけれども、またすぐに興味を失うわけですね。そしてたくさん時間をかけた授業準備っていうものは、毎日毎時間ずっと継続できるものではないんですね。もう自分のキャパシティを超えた授業準備っていうのは持続可能ではないわけなんです。なので今荒れてる学級に必要なのは、授業を面白くしていこう、もっとエンターテインメントあふれる授業っていうことではなく、そうではなく、静かにしましょう。あなた今それ違います。座りましょう、こっち見ましょうっていう毅然とした態度で学習規律を整えていくっていう、
こっちが必要ということですね。学習を乱していくようなネガティブな状況を刈り取っていきましょう。最後、荒れた学級にやってもあんまり意味のない指導、これは指導ではありませんけれどもね、3つ目は学級通信たくさん出すっていうことですね。これはですね、学級通信では僕は非常に効果があるものだと思ってて、僕自身学級通信よく書いていました。年度にもよりますけれども、100枚以上ね書いてた年っていうのもたくさんあります。特に僕はお若い先生にはお勧めしたいんですよ。学級通信っていうのは保護者との関係性を作ることが非常に効果を発揮します。保護者っていうのはお若い先生に対して結構懐疑的な見方をしてるんですよね。先生大丈夫かしら、本当にやってくれるのかしら、私の大切な子どもの学力、安心安全を守ってくれるのかしらというふうに思ってるんです。そういう意味において説明責任を果たすことができるのがある種学級通信なんですね。だから学級通信を配布することっていうのはすごく僕は効果あると思うんですけれども、学級のあれを改善していくために保護者に説明して、今学級こんな状況なんですよ、助けてくださいとか、子どもたちに対してお家でもね一言言ってあげてくださいとかっていう、その手段として学級通信を書いていくっていうのはあんまりこれ効果ないですね。なぜなら仮に学級の状況が学級通信で伝わったとしてもですよ、保護者がじゃあきちんと子どもたちにあなたしっかり勉強してらっしゃいよ、学級全体がガタガタしてたとしてもあなたはしっかり勉強してらっしゃいよっていうのを全家庭全保護者が全子どもに仮に言ってくれるようになったとしても、どこまでその思い、その保護者の言葉を頭に残して登校しておはようございますと言って一日を過ごすことができる子どもがいるかっていう話ですよ。難しくないですか？だって想像してみてください。参観日、授業参観日、保護者がずらーっと後ろに並んで見ています。見ているけれども不適切な言動を取っちゃって舞い上がっちゃう子どもとかっているじゃないですか。保護者が見てたって不適切な言動を取るわけですよ。それが保護者がいないんだったら、朝の一言じゃやっぱりなかなかね、子供っていうのは自分の言葉を修正することができるっていうのは難しいと思います。確かに保護者との連携すごく大事です。連携は大事なんですけれども、学級経営学習指導の肝、一番大事なものは連携ではないんですよ。誤解のないようにもう一回確認させてください。連携っていうのは大事です。だけれども教室の中で行う一番の肝は実は連携ではないんですよね。スクールカウンセラーさん、ソーシャルワーカーさん、教育委員会さん、地域の方々、ゲストスピーカーの皆さん、そして保護者の方々、いろんな方と連携しながら教育活動を行っていくことはすごく意味のあることなんだけれども、考えてみてください。教室の中にそういった方々がおられるのって年間一体何コマありますか？その数コマ、ほんの数コマのためにものすごく甚大な力を使うっていうのはコストパフォーマンス、タイムパフォーマンス的にあんまりよろしくないんですよね。なのでやっぱり時間をかけるべきは、教師である自分と子供が対面した時にどういうようなアプローチをしていくのかなっていう、ここにやっぱり時間と労力を投下していくべきだと思いますね。最後すいません、ちょっと余談にはなるんですけれどもね、今日は学習規律なんてお話をしましたけれども、この学習規律が整っていない学級の特徴として、学習規律の前、つまり規則で律する前に他律ができていない、機能していないっていう状況があったりします。他律っていうのは他者によって律される状況、つまりあの先生がいるからこういう言動はやめておこうかっていうような、そんな状況ですね。他律から規律へ、規律から自律へ、僕はこういうふうに学級あるいは子どもたちの成長は進んでいくと思いますけれども、規則で律したいんだったら、まずルールを守ってほしいんだったら、あの先生が言ってるからやめておこうかっていうような存在感、子どもたちの関係を作っていくことがすごく大事なんですね。ここを失敗してしまうと、ルールを作っていくとか、子どもが自分で自分を律していくっていうもっと高度なところにたどり着いていくことが難しくなっていってしまうんですよね。なのでまず今規律が機能していないんだったら、もう一度他律から見直していく。他律を見直していくためには、まず子どもとの関係構築を整えていく。で、関係がうまくいっていないんだったら、ほとんどの場合はですよ、子どものことよりも教師の都合を優先にしている場合があります。授業が遅れているからとか、あの同僚の先生からの圧力でこうしなきゃいけないからとか、いろんな思いがあってですね、子どもの思いを置き去りにしてしまって、教師の都合優先で動いていってしまっている。そこに子どもたちがついてこれなくなっているっていうことがあったりするんですね。なので子ども目線になって、あの子どもたちは今何を望んでいるかなって、子ども目線ってやつですね。それを
想像すること、想像力かける行動力が僕は思いやり優しさだと思っています。決して優しさっていうのは甘ったるい蜂蜜みたいな言葉を子どもたちにとろっとかけてあげる、そういうことじゃなくてですね、今あの子たちは何を望んでんだろうか、何を嫌がってるんだろうか、何に怒ってるんだろうかっていうところを一生懸命想像することがすごく大事なんじゃないのかなっていうふうに思います。学習規律のお話は今日はしましたけれども、その根底には本当に今子ども目線に立てているかなどうかなっていうところにつながってきてると思うんですよね。この9月10月秋の行事が控えてきてすごく慌ただしくなってきてると思います。忙しいと思いますけれども、そんな時だからこそもう一度子どもたちの思い考えながら学級経営していきましょう。はい、いかがだったでしょうか。今日の動画面白かったよ、役に立ったよというふうに思っていただけたら、よければいいねコメントしていただけたら嬉しいですし、皆さんと同じ職場で働いておられる皆さんにとって大切な先生がおられたら、この動画シェアしていただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。こんな感じで学級経営に関する動画1日1本配信しておりますので、お見逃しのないようにぜひチャンネル登録もポチッとよろしくお願いします。最後一つ紹介させてください。じゃん、こちら研究所メンバーシップの動画になっております。こちらはですね、課題設定能力っていうね、ちょっと変わったワードについてお話をさせていただきました。課題解決能力も大事なんですけれども、それより大事なものが課題設定能力です。最近そんなことを言われています。今日お話ししたのがまさにそれで、荒れた学級に対してどういうアプローチをしていこうかな、これつまり課題を教師自身が設定しているんです。この課題設定を間違ってしまうと、あんまり効果を発揮しない、実践に傾倒していってしまうってことがあったりするんですね。授業や学級経営うまくいかないのは自分自身の授業の腕が未熟だからっていうふうに思ってしまいがちなんですけれども、実はそうではなくって、そういった指導を選択してしまう、実は頭の中課題設定能力に少し不備があるっていうことが実はあったりするんです。この課題設定能力について分かりやすく丁寧にちょっと俯瞰したものの見方で紹介させていただいておりますので、もうちょっと専門的に学んでみたいよっていう方がおられたら、よければこちらも一緒に覗いてみてください。研究所メンバーシップにご登録いただければ、今すぐにこちらの動画ご視聴いただけます。お待ちしております。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの学級経営心から応援しております。また明日次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。